いっす霊夢部長インスタを。おいっす今回はマイナーから大人気になったキャラをご紹介していきますよ。へえ、あんまり昔から人気キャラって変わってないイメージあるんだけどそんなことないんだ。実は今では東方の顔と呼べるようなキャラが、昔はそういえばいたなぁみたいな順位のキャラがいたのです。今回はそんなキャラの出世事情も考察していくのでお楽しみに。まずはじめに紹介するのは最近の人気投票でトップ20以内に入るほどの人気キャラである、ダーク金髪幼女妖怪のルーミアです。ルーミアってそうなのか？わからんでもない気もするけど最近出世したんだ。そう、ルーミアは昔はかなりのマイナーキャラだったのです。でもルーミアというと、闇を操る程度の能力とかいうめっちゃ強そうな能力持ってる反面、闇で見えなく敵にぶつかったりするというギャップが最高に可愛いキャラでめちゃくちゃ人気じゃん。そう、そんな愛らしい要素から東方人気投票18回ではなんと17位という東方をかじっているなら9割は知っているレベル人気キャラになりました。大体トップ20以内が東方の代表キャラって感じの位置づけだよな。そんなトップ20以内に躍り出たルーミアは一押し率も高く、コメント数も周りよりも多いぐらい愛されているのがわかります。周りを見るとコメント900台なのにルーミアだけ1000超えてるやん。どれだけ現在ルーミアが愛されている人気キャラなのかわかりましたが、意外にも昔はそうでもなかった。ここまで人気だと信じられないぜ。まず人気投票第1回では、まさかのウィンバンキャラの中で最下位。いやそんなわけないでしほんまや。ちなみにこの時アリスとユーカはまだ旧作でしか登場していませんよ。なんとルーミアは旧作キャラと同じ13位という順位。だってメイ&マイとか聞いたことないキャラと同じ順位よ。ちなみにメイ&マイは、西方プロジェクト第1作周想玉のステージにで立ちはだかる孤児の双子姉妹ですよ。西方のキャラなんだ、というカズンさんが少し関わった作品のキャラと同じレベルの人気度しかなかったってことでしょ？びっくりドンキーすぎなんだが。ではだいぶキャラが増えて、書籍作品なども生まれている頃の第5回人気投票のランキングを見てみましょう。ルーミアのランキングはなんと34位。一見人気高そうに見えるけど、まだキャラ数少ないから中間程度ぐらいじゃないの？なんせ現在風神66面ボスなのになぜか最新の人気投票74位のかなこ様の方が上ですからね。ほんまや、かなこ様この時まだ人気高いじゃん。今ならルーミアと53位差があるという。原作で今でも現役バリバリで頑張ってるのにかなこ様一体何があったんや。いつから下がってきたのか一緒に見ていこうと思いますよ。東方茨河戦が始まった2011年頃に行われた第8回人気投票ではルーミアは37位でかなこ様は39位です。ルーミアがついに抜かしてかなこ様がギリギリ踏みとどまってるな。転機が訪れたのは2015年に行われた11回目の人気投票。東方神秘録が始まった頃だよな。つまり東方寄進場までのキャラがいるからかなりに人数になってるね。この時のルーミアの順位はなんと29位。ついに30位台から脱却。ついに20位台に入ったのか。ずっと前にいた四季様とかニトリを抜かして20位台に入りましたよ。それでかなこ様は？かなこ様も大きな動きがあり、59位に。キャラが増えたとはいえ10位も下がってるやないか。ただ近くには矢心エイリンがいて、お姉さんキャラの順位としてはまずまずな方。確かに。そこからルーミアは第13回ではなんと23位と高順位に躍り出ました。これまた一気に上に上がったな。一体何がきっかけなんだ？おそらく新規東方ファンが増えたからなのではと思われますね。2016年にプレステ4の東方神秘録をリリースしたことで今までパソコンを持っていなかった人もプレイしやすくなった。なるほど、ちゃんとしたゲーム機で遊べるようになったので東方を触れる人が増えたのね。また書籍の方もかなり進んでいたり、反公式的な二次創作が広がったりした時期なので新規ファンが増えたことで、とりあえず第1作目のコウマ教をプレイしたことでルーミアを知る人が増えたからなのではと思われますよ。なるほどね。スペルカード初を披露役が効いたわけだ。またニコニコも盛んになったのも大きいと思われる。ルーミアの名言のそうなのかが使われて知った人は多そうだな。このような感じでウィンバン再開から東方の顔にルーミアはなったのです。そういえばかなこ様はどうなったの？12回で一気に71位になりました。これもこれで稀なパターンでしょ。非常に惜しい。東方プロジェクト作品の代表とも呼べる風神66年ボスが70位台は、最新の書籍でもやたらと活躍してるしな。森谷一家の大黒柱だし神曲も多いのでキャラの魅力としては大きいので非常に惜しい。なんとか次回のこの解説で紹介できるようにしたいです。続いて紹介するのはマイナーから人気者になったキャラは、コメージ小石です。そんなわけあるかー。小石の今の人気投票の順位知ってるのか？ 217 位中の小石が4位よ。テーマ曲のハルトマンの妖怪少女と共に東方知らない人でも知っているレベルのキャラよ。驚く気持ちもわかりますが、結構昔は低い順位だったのです。まず驚愕なのが一発目の第6回人気投票ランキング。一発目はやはり原作をプレイしてるので新しいキャラでも順位が高いよね。まあ子さんキャラのことも考えて8位ぐらいのスタートなんじゃないの？ 35位です。は？今なんて言った？ 35位です。
あの小石の最初の人気投票ランキングの順位が35位なの？しかもまだキャラ数がそこそこ増えてきたぐらいの時期なことを考えるとかなり低いことがわかります。一つ後ろにもうだいぶ順位が落ち着いたであろうヨーヨームの2面ボスのチェンとかがいることからもそのぐらいの人気度だったことがわかりますね。ちなみに悟りは13位と高順位。待って。これを見せられてもマジで信じられないぜ。驚きすぎて無意識に腕立てしてるじゃん。今や東方の顔が最初の人気投票で35位だったのは意外すぎたよ。そしてもう一つ驚愕なことがあります。なんとかなこ様は32位で小石よりも上です。いやどこで70位差もついたんだよ。そのことを考えると昔はかなこ様はちゃんと評価されていたのがわかります。今はロリキャラが人気だからっていうのが大きそうだな。そんな驚愕の順位のスタートの小石はどのように這い上がったのか？ただ動きは早かった。次の2010年に行われた第7回人気投票ランキングでは22位に。だいぶ上がったな。時代が追いついてきたというところか。でもまだ22位なんだ。ちなみに悟り様はすでに8位にいますよ。昔は悟り様の方が圧倒的に上なんだ。このことからやはりこの時代はお姉さんキャラの方が人気が高かった可能性が本当にありそうですよ。人気投票第8回ではなんと15位と徐々に上がっていますよ。2012年は別にまだ大きな活躍してないのにすごいな。転機は2014年に行われた東方人気投票ランキング第10回。なんとこの時の順位は、第3位に。急にランキング爆上げして主人公を除けば一番人気じゃないか。こうしてついに小石が人気者になったのです。一体この2年で何があったんだ。15位から3位ってそうなれるものじゃないでしょ。これは2013年に出たゲーム作品が大きいですね。そのゲームとは東方蜃気楼。なるほど、東方蜃気楼で小石が時期として再び登場したんだよな。コメントでも蜃気楼のストーリーで好きになったという意見が多かった。さらにここで旗の心という姉とは別の明確なカップリングができたのもでかいでしょう。心&小石のカップリングは非常に人気が高いよな。蜃気楼が小石の転機だったわけか。マリサとかの絡みもあり、だいぶミステリアスだった小石がどんなキャラなのか判明したのが大きいでしょうね。にしても35位から怒涛の3位の成り上がりが驚愕だったぜ。転機が蜃気楼だったというのも面白いところですよ。あと人気の理由を調べていると主人公組よりも圧倒的に多い要素がわかりました。小石に対するコメントでペロペロリストが非常に多い。いろんな人にペロペロをいただいて小石の心も開きそうです。続いてマイナーから人気になり上がったキャラはコンパクヨウムです。リアルガチでさすがにそれはないでしょ。確かにコンパクヨウムというと、書籍や時期を担当して、ミョンという名言から最初期から第5位で、2021年と2022年は前代未聞の2冠を達成してます。第16回目でついにレイム推しのケイチーの称号を手に入れたんだよな。このことがきっかけでツイッターではヨウム1位がトレンド入りしたことも、さらに、第17回目の人気投票でも、1位を獲得し見事2冠を達成しているんですよ。これは数々の魅力的なキャラがいる東方では前代未聞の出来事だよな。人気投票で2冠を達成するヨウムに人気がなかった時期なんてありえなくない？そんなコンパクヨウムも低迷期があった。まず初めて出た第2回人気投票のランキングの順位は5位。最初期からさすがの人気だな。が、第4回では9位まで下がり、なんと第5回では12位に転落。ヨウムが10位台ってなかなかエグい事態だな。さらに2009年第6回ではまさかの15位まで落ちました。今では確かに考えられない順位だぜ。しかもこの時期って別に原作で登場してないからとか全然ないよね。公式漫画の東方暴月賞や東方奇想展なんかにも出ているのでバリバリ頑張ってるんですがなぜか転落しているんです。完全に低迷期だな。一体なんでこんなことに？やはり新規キャラクターが登場したことで人気が上書きされてきているのでしょうね。この頃は旧作でも活躍していた優香が帰ってきたり、コメージ悟りやコチやサナエなど現在も人気なキャラクターが出てきたことによって、負けてしまったようです。古い女ということか。そこから3年間10位台に留まっていて完全に低迷期でした。マジで考えられないぜ。しかし、2012年第9回の人気投票ランキングでなんとか8位に返り咲いたのです。一体どうやって低迷期から脱出したんだ？間違いなくこれは2011年に発売された新霊廟の影響でしょう。そっか。新霊廟でヨウムが時期として復活したんだよな。一人だけ正面立ちでデザインもめちゃくちゃ可愛くなり、ゆゆこ様と絡みもゲーム内で見ることができたというのも大きいでしょうね。低迷期の脱出は新霊廟が関係していたんだ。それからロスワがリリースされて最強キャラでずっと君臨していたことやゆっくりの拡大もあって人気1位になったということか。まさかヨウムにも長い低迷期があったなんてな。その低迷期を断ち切って1位になったなんてドラマチックですよ。あと私は人気の理由には裏の理由があると思っています。裏の人気の理由は胸がぺったんだから。
続いてマイナーから人気になったキャラは犬走りもみじです。ほんとだよな。悪い意味じゃないけど、なぜもみじがこんなにも人気になったの？妙に人気がありますよね。なぜこんなにも不思議がっているのかというと、犬走りもみじはズンへの立ち絵がなしでドット絵しかない。セリフも書籍で数行もらっている程度だから、どう考えてもモブキャラよりのキャラですがなんと、第13回人気投票で18位にランクイン。もうこの時期はキャラも多いしヤバすぎでしょ。先ほども言ったようにランキング20位以内に入ったものはほぼ東方の顔キャラ。後ろにはなんとコウマ教から頑張ってきた大先輩のパチュリー、本命リン、ルーミアがいるほど。もしかして、コイル五条さんパターンじゃないの？東方にそんなのはございません。今でも当たり前のように20位台をキープするという不動の人気を獲得していますよ。ただもちろん初っ端から人気者だったわけではない。2008年第5回初めて人気投票ランキングでは29位。まあまあ低くはないけど高くもないよね。ニトリとかヒナとかも前にいるしな。ただかなこ様には勝ってます。かなこ様初の人気投票ランキングから不遇やないか。さすがに中ボスなのでいきなり18位とかはないですね。その後はやはりランキングが落ちてきて第7回では36になっています。そりゃあそうでしょ。まあそれでも30位台をキープしているのもやばいけどな。同じ中ボスで時期を担当して書籍の主人公までしている稲葉亭ちゃんさんは50位とかですからね。そして急にランキングを上げたのが2012年の第9回。なんと22位という高順位に入りました。どういうこと？なんで這い上がれたの？普通そのまま失速していくもんでしょ。金を握らせた可能性がありますね。なわけないでしょ。その後ランキング18位に入ったと、なぜまた急にランキングを上げたんだ？まだこの時期って東方部文句樹も出てないし、活躍なんてしてないでしょ。答えは一つしかないですよね。二次創作です。この時期、東方二次創作即売会の最大イベントである例大祭の募集スペースが5000となりました。これは去年に比べて1000スペースも増加したのです。へえ、1000スペースも増えたんだ。つまりそれだけ東方二次創作がかなり普及してきた時期なのがわかりますね。そういうことか。二次創作が盛り上がった時期に原作で全然語られない分二次創作しがいがあるもみじが人気になったわけだ。おそらくそういうことでしょう。コメントでも、もみじの魅力といえば、なんといっても立ち絵がないゆえの可能性の広さですね。かっこいい系から、後輩キャラ、モフモフなお友達までを幅広くこなすもみじの人気は最近計り知れないものがあるように思われます。ピクシブでもイラストの投稿数が目に見えて増えてきて嬉しい限り、東方のキャラクターの中で一番二次創作がしやすいキャラですね。不遇とも言う。いろんなもみじがいてそのどれもが可愛い、かっこいい。これは間違いないな。二次創作の普及によって二次創作しがいがあるもみじが人気者になったということか。逆にていちゃんさんとか原作で出ちゃった分、何もできなくなって下がっちゃったということか。こうやって見るとめちゃくちゃ面白いな。面白すぎますよ。ただ原作で活躍すれば人気が出るのではなくて、やはり二次創作でどれだけ活躍できるかが人気の秘訣のようだ。こうなったらですよ。かなこ様も中ボスからやり直すしかないですね。中ボスで積む人続出でしょ。ではラストに紹介するマイナーから人気になったキャラは、フランドールスカーレットです。学生人気ナンバー1のフランドールは昔はそうでもなかったの？バリバリ昔から3位とかだと思ったぜ。マリサさんも言ったようにフランドールは学生人気ナンバー1のキャラ。これは視聴者さんの中でも驚く人が多いと思いますよ。まず人気投票ランキング第1回の順位は7位。意外と一発目から案外落ち着いているな。パチュリーやチルノの方が人気は高かったようですね。さらに第3回人気投票ランキングでは15位まで低下しました。キャラ数も増えたしかなり下がってしまったね。フランは原作であまり出てこないしな。まあ二次創作で人気が出るんだけど、今と違うのがレミリアの方が圧倒的に人気が高いんだな。サトリのことも合わせるとやはり昔はお姉さんキャラの方が人気が高かった説があります。確かに前を見るとヤクモランとかユユコとかサクヤとかお姉さんキャラが上位だな。驚愕なのは A や小直線とはいえケイネが7位に入ってる。この時代ならかなこ様も3位とかなってた可能性があるかも。その後どこで人気が出たんだ？人気投票第5回では一度10位になり、そのまま上がるのかと思いきや第6回では12位に下がりました。結構まだ前に出れてない状況が続くのか。転機となったのは2011年に行われた第8回人気投票ランキングで、このランキングの順位は9位となりました。おお、約9年間でついに1桁に戻ったのか。9年間も10位台だったのは驚きですよね。3年とかだと思ったけど結構長かったな。その後は5、6位ぐらいをキープするようになったのだった。そして2022年第18回人気投票ランキングではコウマ教20周年なんかもあって、1位になったんだよな。あれはなかなかに衝撃的でしたよ。それにしても第8回は何がきっかけで9位に入ることができたんだ？
普通キャラが増えて下がってもおかしくないのに。2011年は例大祭が去年よりも1000スペース追加されているので、東方二次創作が盛り上がっていた時期なので新規のファンが増えたことでだと思われます。なるほど、ルーミアと同じようなパターンってことね。あと東方茨河線が2010年7月24日に一陣社より新創刊された雑誌キャラ星メルフェブリで連載開始があったので、漫画を見た読者が東方を知って高魔境をプレイしたらというのも考えられますよ。なるほどな、やはり新規ファンによるものか。なんといってもフランドールは狂気の幼女という部分でかなりインパクトがあるので刺さりやすいですしね。あと、テーマ曲も非常に人気が高いしな。あと第8回のコメントを見て気づいたのですが、この実行明治小石も登場していて恋フラも確立されたことからも人気に繋がった可能性も高い。狂気の妹コンビとか激アツすぎるもんな。フランドールが後々人気が伸びてきたキャラだったとは意外でしたよね。それにしても元々人気だったということはなくて、後々人気になったパターンも結構あることを知って驚いたぜ。東方の人気投票の歴史も知れて面白かったよ。視聴者さんの中で後々好きになったキャラがいれば教えてくれよな。またコウマ間の最新の裏の関係性もご紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。